と沸いている今状態です。うわー、いい感じですね。美味しそうですね。開いたところに先ほど作ったこのイタリアンかば焼き風を塗っていきます。見てください、いい感じですよ。はい、こんにちは、シェフのハウイです。今日はイタリアン焼きナスを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。ナス、バルサミコ、トマトペースト、オリーブオイル、ドライトマト、イタリアンパセリ、塩です。はい、それでは今日はですね、焼きナスを作っていくんですけど、この焼きナスに合わせたイタリアンテイストの絶品ソースがちょっと完成したので、これから早速作り方をやっていきます。今回使用していくこのバルサミコは酸味と甘みが主体になっていて、うまみを補うためにトマトの水分を濃縮したトマトペーストが入ります。そこにオリーブオイルの油脂が少し入ると味わいのバランスがいい絶品イタリアンかば焼き風のソースが完成します。このソースは軽やかでドレッシングとも言えるので、今日のナス以外にも単純にサラダのドレッシングとしてもかなり美味しいです。でナスとトマトの相性はかなりいいので、仕上げにドライトマトのみじん切りを振りかけていきます。で今日使用しているドライトマトは僕は東急ストアで買ったんですけど、カルディでも見かけたのでチェックしてみてください。イタリアンパセリは薬味として使用するのでかなり粗めにカットしておきます。大葉や青ネギに置き換えても美味しいと思います。はい、それでは早速ナスを焼いていくんですけど、今日はもう本当に下処理も何にもなしで焼きナスなので焼いていくだけです。で今日は僕はこの魚焼き器を使っていくんですけど、これは魚焼き器100均のとか何でもいいんですけど、それもない方は魚焼きグリルとかでやってみてください。で早速もうこの網にナスをですね乗せて、で4面ぐらいこう返しながらやってるともう完全にすぐ焼きナスになるので、焼きナスはですね、実際そこまで細かくやんなくても大丈夫で、こうコロコロ転がしてるだけで実際大丈夫なんですよ。で大事なのはこのナスの中が沸騰した状態になります。そうするとですね、ナスって水分がとても多いので、そこからどんどんこの焼いて皮が破れていくので、水蒸気がこう出てくる状態になる。そうしたらもう中を切ってですね、もう食べれる状態っていう感じですね。でこう返しながらナスを焼いていきます。はい、それでは今見てください。ナスがこう破れて中が沸騰して今沸いてる状態です。ぷくぷくいってる状態です。ここまで来たらナスを開いていきます。そうすると見てください。ナスが今ですね、見てください。中が沸いてる、沸騰して今もう完全に焼きナスの美味しいジューシーな状態です。でこっちも開けていきます。そうすると沸いている今状態です。うわー、いい感じですね。美味しそうですね。で今2つともナスが開いたので、開いたところに先ほど作ったこのイタリアンかば焼き風を塗っていきます。見てください、いい感じですよ。でこのかば焼きソースをですねたっぷりと塗っていきます。この下にちょっとソースが落ちるとですね、また香ばしいバルサミコの香りがですね立ち上って最高の状態ですね。そしたらもう開いた時点で食べれる火が入った状態なので、あとは先ほど切ったドライトマト
加えます。これがナスとトマトの相性でさらにうまみ、そして粗く切ったイタリアンパセリをかけて、あとはちょっとだけ粗塩。はい、これでグツグツで最高にいい感じになったので盛り付け入ります。はい、これでイタリアン焼きナス完成です。はい、いただきます。ナスがトロトロでもう最高ですね。このソースで加えたバルサミコの中にもトマトのうまみが入ってたんですけど、仕上げにもかかっているこのドライトマトのうまみがですね、相乗でこうナスにうまみを与えているというか、でナスは熱々でイタリア料理の定番の薬味のイタリアンパセリともうドライトマトと、本当にシンプルな料理なんですけど、もうザ・イタリア料理っていう感じで、ちょっとですねイメージで言ったらシチリアあたりに行ったらあるのかなとは思うんですけど、ナスをこうグリルにして、で定番のオリーブオイルと多分ちょっとチーズとかイタリアンパセリかけただけだと思うんですけど、そこでですね今日はかば焼きの要素と組み合わせたような料理にしたんですけど、本当に美味しいのができたので皆さんに早く作ってほしいですね。でこの焼きナスはですね、あくまでも皮の部分は焦げてて苦くて食べれないので、この身の部分をこそいで食べるんですけど、そのこそぎがですねちょっと昔よく僕言ってたんですけど、セロリの皮を掃除したりとか鶏の筋を掃除したりするその快感にちょっと似てるものがあるのかなと思いますね。はい、ごちそうさまです。今日のこの焼きナス料理なんですけど、シンプルなんですけどザ・イタリアって感じで最高の料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。